found myself in the dark of the night when I was lost, needed a revive. はい、始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、格安有料カードの回になります。はい。1万円で組むときに、使えそうなカード。使えそうなカード。安くていいカードってことですよね。まあそういうことですね。はい。の、チューファッティ編というのがありまして、うん。チューファってなんだっていう疑問もあるかと思いますが、はい。それは前回のやつを見ていただいて、はい、前回チューファッティの単色編というのをやりましたんで、はい、やりましたね。はい、チューファッティについてはそちらをご覧ください。はい。簡単に言うと中ぐらいのファッティです向こうで定義してますんで、はい、はい、そっちを見てください。で今日は、多色編ということになります、はい。単色をやっていきましたんで、はい、今日は多色になります。なるほど。で各色2色の多色のカードを1枚ずつ、はい、なので合計10枚ご紹介させていただきます。そうですね。各2色の組み合わせ1枚ずつ、そうですね。はい。青白からいきましょうか。はい。これはライオンさんに探してきてもらいました。竜王オジュタイという、竜王ですよね。竜王ですね。はい。青白の竜王。はい。はい。こいつ能力説明しますと、5マナアゾリウスの54飛行。もう結構チューファッティとしてふさわしいと言いますか。うん。まあスタッツはまあまあ普通にありますと。でアンタップ状態だと呪言を持ってると。はい。まあまあいいですよね。はい。で殴りに行ってプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えたらライバリーのトップ3枚を見て、そのうち1枚を手札に、残りをライバリーの下に望む順番で置く。はい。予期できると。うん、そうです。めちゃめちゃいいですよね。通ったら予期できると。はい。もうこれは本当に、チューファッティの定義で言ってたような攻守、はい、攻めたらアドになるし、はい、守ったらこいつ呪言なんで、確かに確かに、なかなかまあ除去はされにくいっていう、はい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 、でスタッツはまあまあぐらいっていう、まあ他のね色地に比べるとやっぱ、はい、青白ってね、なかなかちょっとクリーチャーのボディは貧弱なんですけど、はい、まあその中ではまあまあやるぐらいの、そうですね、スタッツしてますよっていうカードになってます。普通にね立てとくだけで、ちょっと圧がありますよね。そうですね。はい、はい、まあ青白はそんな感じです。こいつがお値段が100円とか200円とかで買えちゃうっていう、結構安くていいですよね。いいカードです。はい。で次いきます。はい。次は、ディミーアになります。ディミーアは結構この中だと一番高いかもしれません。慈愛の王タリオンですね。こいつは本当に強いですね。はい。まあガチガチでも強いっていう、結構上の方にいるっていうで4マナ34飛行、まあボディはちょっと小さいぐらい、まあ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 、でも4マナなんでね。そうですよね。はい。チューファッティですからファッティじゃないですから。ファッティじゃないですから。はい。で出るに際し1から10までの数字を1つ選びます。で対戦相手がマナ総量かパワーかタフネスがそれに選ばれた数に等しい呪文を1つ唱えるたび2点ライフ総プレイヤーが失って私がカードを1枚引く。はい。これはちなみになんですが、ライオンさんはいくつを選ばれるのが一番いいと思われますか？まあ普通2、3あたりを選ぶっていうのがまあいいんじゃないかなって気がするんですけどね。それでもカジュアル目線ですよね。ガチだったらまあでも2か1とかになるんじゃないですか。そうするとこれが2か1どちらを選ぶかという論争が巻き起こりまして、なるほどね。はい、どちらを選んだ方が得なのかということなんですけども、はい、ティームさんはちなみに圧倒的に1だっておっしゃってたんですけど、ガチだとってことですね。はい、そうですそうです。でも結構2の盤面もあるんじゃないかなっていう時と場合によるんですが、まあ難しいですね。相手のジェネラル見て決めるとかあと状況によってね、数字が変わる可能性もあると。自分が先手だったら、間違いなく1位でいいんじゃない。なるほどなるほどなるほど。逆に4番手とかだったら2とかの方が本当はいいこともあるかもしれない。なるほどなるほど、分かんないですね。僕も C 全然分かんないんでだからこいつだから C でも強いぐらいかなり強いカードなんで、こいつがなんとお値段500円で買えちゃう。500円だったらね、手届くっすよ。ディミアは結構カードが引けますんで、その中でもこういう盤面を3、4飛行で支えられてかなりカードが引けるということでおすすめさせていただきます。で次の色はですねラクドスになります。苦痛の王っていう、最近
逃走者ダスクモーンで収録された逃走者のカードなんですが、はい。こいつは5マナの55威迫です。はい。で対戦相手はライフを得られません。まずきついなっていうラクドスらしいですねこのテキスト。プレイヤーが各ターン内の自分の一つ目の呪文を唱えたら、そのプレイヤーでないプレイヤーを対象とします。はい。で靴の王はその対象としたプレイヤーにその呪文のマナ総量に等しい点数のダメージを与える。はい。でこれはまず5マナ55を威迫として盤面を支えられます。はい。でかつこれダメージがすごい削れるんですよ。うん。そうですよね。政治も働きますよね。はい。相手が6マナ唱えましたって言って、はい。でこの靴のをコントロールしてるプレイヤーが違うプレイヤーにじゃあ6点ダメージを飛ばしますっていうことなんですね。はい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 。なるほど。なのでヘイトが関係なくその6マナを唱えたプレイヤーは、うん、まあいいかってやって6点飛ばせるじゃないですか。はい。でヘイトの高いプレイヤーに圧倒的にこう与えていけるっていうこともできるんですよこれ。はい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 。これはそうですね、逃走者ならではの話になりますよね。そうですね、はい、中に入ってるカードとしてもかなり優秀じゃないかなということで、はい、今回ご紹介させていただきました。うん、ラクドスっていうカラーリングとすごい能力合ってて、はい、いいと思います。ダメージ削れますからね。はい。これが400円になります、結構お安めです。はい、はい、まあ、この中では高いかもしれませんが、まあまあまあ、まあ、1万円で食うとねちょっとだけっていう感じですね。そうですね。まあ次行きましょうか。はい。次は、グルールになります。はい。僕の大好きなこれはねお安いです。値段から先言っていいですか逆に。はいどうぞ。これなんとね30円というこのカードをお勧めしたいんですが、ストレージに入ってますよ引き裂くシャーマンというカードなんですが、4マナダブシンダブシンの55です。55。4マナ55、うん、まあ盤面支えられそうじゃないですか。はい。でこいつは2体以上のクリーチャーによってはブロックされません。まあ殴りに行きやすいと。ということはまあ1対1を消耗しますと、はい、言ってるわけですよね。うん、でまあ55を1対消耗されたらなかなかきついですよね。なかなかねいないかもしれないですね。でこいつがプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えたら、そのプレイヤーがコントロールしている、アーティファクトかエンチャント1つをディッチャできると。はい、はい、これがディッチャマシーンとしてかなり優秀だという、うん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 、これかなり逃走者向けのいいですよね、4マーで。なんか嫌な置物あるところにね投げていけたりとかね、はい、すればいいんじゃないですか。通ったら55通りますからね、1対1だったら。通りやすい能力も持ってるっていうのはいいですよね。なおかつその30円というポイントがかなりおすすめのポイントになります。はい。次行きましょうか。はい。次はセレズニアのカードになるんですが、なんと80円ですこいつは。80円。はい。もう安いの続きますね。はい。狼の友トルシミールになります。はい。闘争対戦。うん。安いカードを探すときは闘争対戦。いやこれいいカードですよ本当に。はい。能力はですね、セレズニア5マナの33。まあセレズニアなんですけど、はい、緑が2個。なるほど。はい。っていう感じですね。はい。こいつが場に出たとき、緑白の33の伝説のトークンが出ます。はい。で。狼が1体あなたのコントロール下で戦場に出るたび、まあ、ボジャが狼なので、はい、でそのあなたがコントロールしていないクリーチャーを1体対象としてまず3点減しまして、それと格闘すると、はい、いうことですよね。うん、まあ、だから盤面を5マナで3333が出てくるという、はい、ちょっと支えられる部分もあって除去も兼ね備えててライフゲームもしてくれる。そうまあ本当にしみるカードなんですよ。いいですよね。はい。3点火力で大体落ちますから。そうなんですよ。これは本当にまあこんなこと言ったらあれですけど、ボジャ使い捨てで3点火力みたいな感じで使っても、はい、3点ゲインだからヘリックス、はい、だから5マナのヘリックスになんか33のエルフが出てきたみたいな感じで使ってもまあ最悪いいんで。なるほどなるほどなるほど。並べてってもいいですしね、はい、並べて例えば11とか22とかをプチッてする、はい、システムクリーチャーをすることもできるってことですよね。そう全然いいと思います、はい、いいですよね。はい。で次行きましょうか、はい、次はですねここから対抗色が始まっていくんですが、はい、一度おすすめしましたこのカードは。はい一度紹介しましたね。はい、
これをさらに押していきたいということで、はい。白黒になります。オルドフです。名誉の恩美になります。はい。はい。これは80円です。80円。80円。はい。オルドフ5マナです。で、44飛行ハンコン。5マナですけど、あれですね。混成混成が5個ですね。まあ、混成5個もそれ、一応2色だったなみたいな出るかなぐらいの。そうですね。で、44飛行ハンコンです。で、あなたのライフが25点以上である限り44の修正を受ける。うん。つまり、88飛行ハンコン、5マナ。うん。まあ最悪、まあ44でもいいじゃないですか。まあ5マナ44飛行法でもまあ全みたいなところ然いいじゃないですか。はい。で5マナ88飛行ハンコンっていう夢が見れるんですよ。かなりだからこいつはオルドフだったら、うん、僕は唯一オルドフで発見してきたカードこれなんでおすすめさせていただきました。はい。いいカードですよね。はい。注意としては、まあ、黒でライフガンガン払うようなデッキだとちょっと厳しいかもしれないですね。相性悪いかもしれないんで、そこら辺はねうまくね、そうですね、合うデッキを使っていただければと思います。そうですね。はい。次は僕たちの大好きなイゼットに入ってくるんですが、はい、はい。これはもう即決まりました。はい、イゼットの中和手はこいつになります。はい。最短された研究者メイレクになります。はい。こいつはカルロフ邸のカード。うん。まあ結構最近ですよね。はい。5マナ星々です。はい。でパワータフネスはあなたの墓地にあるインスタントソーサリーの枚数の2倍です。うん。いくつなんだみたいな。もうその時点でもうパッティじゃねみたいな。結構やばいですよ。イゼットだとでかいですよね。はい。重々とかザラに行きますよね。もうそれどころじゃないじゃないですか。でまずファッティとしてその盤面を支えられますし、各ターン内のあなたの1つ目のインスタントソーサリーが3コス少なくなる。うん。これはかなり強いですね。いやいいカードっすよこれは。これイゼットの中ファッティとしてはかなり優秀。うん。システムクリーチャー的なね、能力も下で持ってるんですけど、はい、なんといってもスタッツがやっぱ高い。化け物ですからね。はい。イゼットでスタッツ高いことってあんまないですからね。そう、なかなかやっぱこれだけのねでかいクリーチャーってないので。盤面がそう支えられるっていう意味ではかなりありがたいカードになりますよね。はい、これがなんと100円と、はい、値段安くなっております。はい、はい、僕が好きなタイプのインスタントソーサリー参照する系って、タフネス上がんないんですよね。なるほどね。パワー参照なんですよね。大体パワーで星3とか星4とかなんで、タフネスも上がるのがすごい強いなと。そのパワーインスタントソーサリー参照の中ではかなり強い方だということですよね。はい、はい、じゃあ次行きましょうか。はい、次はですねゴルガリになります。はい、これは僕の思い出深いカードなんですが、はい、これは当たった記憶があります。魂売りというカードなんですが、当時トップレアでした。トップレアじゃあ強いですね。じゃあ6000円ぐらいのカードを紹介したいんですがじゃあ6000円じゃちょっと紹介できないな。なんと今50円で買えちゃうっていうなんだこのタイムスパイラルはみたいな。まあしょうがないそういう時代なんもされてますから。そうですよね。これが魂売りというカードなんですが、ゴルガリの5マナの66、5マナ66ですよ。強いっす。5マナ66は強いですよ。当時はめちゃくちゃ化け物でした。化け物出たと思ってバックから、はい、でこいつがクリーチャー1体にダメージを与えるたび、はい、こいつはですよ、うん、クリーチャー1体にダメージを与えるたび、はい、こいつの上に11カウンターを1個置きます。はい、どんどん強くなってきます。まあそういうことですよね。はい、まずブロッカーとして立てとくだけで、うん、もう相手は攻撃できないです。まあそうですよね。そうですよね。で黒1マナで再生もできちゃう。おー、いいですよね。ブロッカーとして立てとくだけで殴ってこれないですよ。そう、殴ってくるとなぜかこっちがでかくなるっていう、再生してでかくなるっていう、はい、やばくないですか。でなぜかこの緑1枚払うと色一色になるっていう、うん、この能力は当時何に使うのか何にも分かりませんでした。プロテクションはありましたが、はいはいはい、ただ今
この現代において逃走者ではワンチャン使うかもしれません。ありえなくないですよね。そう色変わった助かったみたいなことたまにあるかもしれないんで、ありますありますよね。稀にあるんで、稀にありますよねこれ、これ実は逃走者のカードだったという、9割インクロシムかもしれないですけど1割ぐらいの確率で本当に使うことはあるんで、結構いい数なんでこれが50円で買えるので、買ってください。もう黒緑5マナ66でメリット3個ってすごいですよね。やばいですよ、化け物ですよこいつ。じゃあ次の色に行きましょう。次は、ボロスになります。こいつボロスは無慈悲なる天使アンヤというカードになります。なんか昔のコマンダーの、カードみたいなんですが、5マナ44飛行です。まず、ボロスです、でアンヤはライフの総量が開始時のライフの総量の半分未満である対戦相手1人につき33修正を受ける。まずここまでいいでしょうか。いいでしょうかというかかなりやばいことが書いてあるんですけどライフが誰か半分だったら77、2人いたら10、3人とも4人対戦だとして3人とも半分未満だったら13、13ですかね。合ってますかね。13、13ですね。13、13まで上がる。それ後半に強いということですよね。そういうことですね。そうですね。で対戦相手1人のライフが総量が開始時の半分未満の人が1人でもいたらこいつが破壊不能を持つと。こうやってやりたくなっちゃいましたね。いやこれはすごいっすね。これすごいっすよ。楽しそうだしすごい盤面を支えてくれますよね。こいつかなりだって書いてあることね、変な話重々破壊不能とかがってことですよね。5マナ重々破壊不能ってことですよね。飛行でやばいでそれがなんとお値段100円という、ぶっ壊れてるというのでこれ一応買ってみてください。赤白だったらね、相手のライフを減らす手段だってねありますからね。ありますから終盤になればなるほど強いし、あとなんかワンチャン聞いた話なんですが、海外だと4人対戦じゃなくて10人とかでやってる盤面があるかもしれないと。なるほど。10人の盤面がすごい、膠着して後になればなるほどこいつはどんどん強くなって化け物になりますよっていう盤面もあるかもしれないんで、そうですね。よかったら使ってみてください。じゃあ次最後なりますかね。最後はシミックになります。シミックはアンアッキのしもべというカードになります。こいつはまず安いです。安いですね。50円です。5マナシミック、3マナのシミックが混成の5マナ44普通ぐらいかな。普通ぐらいですねって感じなんですが、下の能力はまず緑のクリーチャー全部11修正、青のクリーチャー全部11修正。しもべサイクルがこの能力みんな持ってます。そうですよね。で盤面が全部とりあえずワンチャン22修正のやつもいて、そうですね。ほぼんど11修正になるってことですよね。まず盤面が1に上がるという時点でまず強いですよね、このサイクル。そうですね。でこいつは特に強くてですね、他の各プレイヤーのアンタップステップにあなたがコントロールする緑か青のクリーチャーを全てアンタップします。すごくないですか。いやこれはすごいですよ本当に。マナクリとか全部起きますからね。マナクリ全部起きて、で殴りいったやつも疑似警戒みたいなことじゃないですか。そうなります。結構シミックだと殴りに行きたいじゃないですか。行きたいデッキは行きたいと思います。展開してて、行きたいデッキは行きたいじゃないですか。でそれが疑似警戒なんですよ。警戒の色じゃないじゃないですか。そうですね。警戒の色ではないですね。そうですよね。だからブロッカーにも回せるし、マナークリも立てられるし、結構強いのに50円という、シミックって、こう構えても強いカラーリングなんで、そうですよね。マナクリが立って、マナが、例えば2マナとか青と緑とかで立ったら、それだけで結構嫌ですからね。嫌ですよね。そうなんですよね。だからこいつはおすすめなんで使ってみてください。そんな感じで10枚紹介してったんですけど、いかがだったですか。
まあやっぱ2色になるといろんなカードがあるなという感じですね。もうカラーリングの特色がやっぱ出ますよね。でもかなりやっぱ赤が絡んでりすると攻撃的な、ね、能力を持ってたりだとか、ね、逆に青絡むと系の能力があったりとかね。確かにそうですね。そんな感じで。やっぱそれぞれのカラーリングに合った、ね、特徴のあるチューハッティがいるのでいいですよね。皆さん使ってみてくださいと。チューハッティっていうのは大事ですから、はい、カジュアルでは、はい、カジュアルではですよ、チューハッティ入れないとデッキが回らなかったりしますんで、はい、一応何枚か買って入れてみたらデッキが強くなるかもしれないので、はい、これを機に入れてみてください。はい、あと一応宣伝がありまして、はい、イベントが2月23日にあります、はい、この動画が見られてる頃には終わってるかもしれませんが見てる人は終わってるかもしれないですけど、イベントありましたというやりますんで、よかったら来てください。はい、はい、あと高評価いい多色のチューハッティとか、はい、いましたら他にもねコメントしていただけるとありがたいので、未来に向けてのメッセージがあるんですが、ハイプという機能が追加されますんで、はい、ハイプできる人は今できる人はお願いしますお願いします。お願いします。あとチャンネル登録お願いします。はい、お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。